皆さんこんにちは。おへそチャンネルを運営してますあるある不動産の浅田です。今回は長崎県川棚町白山町にある中古住宅をご紹介いたします。物件までは国道205号線上の青い酒店さんを入り込んだすぐのところにあります。物件までの道幅は3メーターほどしかなく、車1台が通るほどの広さしかありません。慣れれば問題はないのですが、しばらくは慣れるまでに時間がかかりそうです。この道を50メートルほど進んだところに今回ご紹介する物件があります。この地域は住宅が立ち並んでいて、5番の目のような作りの立地になっています。このようにそれぞれの道は狭く、その中に電柱なども立っている状況です。この付近は築5、60年の住宅や比較的新しい住宅も立ち並んでいます。今回ご紹介する物件は約60年ほどで平屋建ての建物になっています。はい、こちらが今回ご紹介する物件です。敷地の広さは60坪弱ほどあって、敷地の周りにブロック塀が設置されています。駐車スペースは乗用車が1台ほど止まる広さになっています。それでは上空からの様子を見ていきましょう。ちょうど中央に見えている建物が今回の物件です。道路自体は狭いですが角地になります。屋根はセメント瓦で、増築部分には板金屋根が使用されていました。川棚町は海に面した町で、ハウステンボスにも近く、近年では魚雷発射試験場跡地でも有名な片島公園や孔雀園や大崎海水浴場など観光客で賑わいます。それでは物件の周りから見ていきましょう。建物自体は年数も経っているので、素材を生かしながらリフォームやリノベーションを行うのも良いですが、解体を行い新築されるのもお勧めいたします。スーパーや駅も徒歩圏内なので、とても利便性のいい地域です。坂道などアップダウンがない場所なので、自転車での移動も問題ありません。それでは建物の裏側に行ってみましょう。現状測量などは行われていませんので、境界がどこになるかはまだはっきりは分かっていません。こちらの東側にはトイレや座敷が設置されています。現状は汲み取り仕様になっていますので、リフォームや新築の際は下水道への接続工事をお勧めいたします。隣地との境界の様子です。建物は敷地いっぱいに建てられているようで、こちらのトタン部分は増築部分になるようです。こちらの道は二項道路という道の種類になっていまして、家を建て替える際はセットバックが必要になります。セットバックとは、道路の中心から2メートル離れた部分には建物や構造物を建てることができません。ですので現状、敷地の広さよりは有効面積が若干狭くなるかと思われます。詳しくは建築士へお尋ねください。それでは建物の正面へ行ってみましょう。このように少し古めの建物ではありますが、どこか趣あるレトロ住宅ではないでしょうか。そのまま活用されてもいいですし、新築を行いライフスタイルに合わせた自由設計で建てられるのもいいですね。屋根の状態も悪くはなく、もちろん雨漏りなどもありません。
水道に関しては西側の道路の本館から引き込まれています。下水道に関しては現状引き込まれていませんので、つなげる際は引き込み工事が必要になります。外壁部分はこのようにオーナー様が DIY で塗られているようです。こちらは換気扇部分になります。塗装に関しては少しムラがあったりしているようです。少しこの辺りも塗装が垂れているようですね。駐車スペースは建物の前になりますので、止める際は少し技術が必要になりそうです。広さは 2.5 メーター ×6 メーターほどあります。ひさし部分も丁寧に塗られていました。玄関はブロンズ色のアルミサッシになります。敷地内へはこのように門扉も設置されていました。敷地には植栽もあり、生き生きとした植物たちが自生していました。それでは中へ入ってみましょう。庭部分にはこのようにちょっとしたスペースもありますので、お庭いじりをするのにもちょうどいいスペースではないでしょうか。家庭菜園もなんとかできるスペースかと思われます。
こちらは縁側部分になっていて、とても日当たりが良さそうですね。現在撮影している時間は12時半頃になります。太陽もちょうど真上を通り過ぎているようです。道との間にはブロック塀も設置されていますが、あまり高くはないので、歩行者の目線と同じくらいの高さになっているようです。こちらは先ほど見た裏側の様子です。こちらは北側の林地との境界の様子です。ギリギリいっぱいに建てられていますね。こちらも境界に関してははっきり分かっていない部分があります。それでは建物内へ行ってみましょう。はい、こちらが建物の室内になります。建物は所々にリフォームが施されていて、新しい箇所や古い部分を確認することができます。こちらは漆喰壁でしょうか。少し黒ずみが見受けられました。こちらにはシューズクローゼットも設置されていて、綺麗な状態でした。こちらの台は当時からのものでしょうか。かなり年季が入っているようです。手すりもしっかり設置されてますね。間取りは 4DK になっていて、正面には座敷の2間、左側にはキッチンやお風呂スペース、右側には洋室の部屋や縁側になっています。それではまず座敷部分から行ってみましょう。こちらの和室スペースは南側からの光がかなり取り込めるので、室内もとても明るく開放感がありました。リフォームやリノベーションをされる際は、こちらを板張りに変更し、リビングとしてお使いいただいても良いかもしれませんね。今回も広角レンズを使用してますので、実際の広さより少し広く見えているかと思われます。それでは奥側のスペースに行ってみましょう。天井部分も綺麗な状態です。おそらく一度張り替えられているのではないかと思われます。こちらの床部分は汚れや傷みが目立ちました。畳に関しては使用感が多少ありますので、新調されるのも良いかもしれません。エアコンも設置はされていますが、年式は古いタイプのものかと思われます。
こちらの壁部分は壁紙が貼られていました。押し入れ部分に関してはこのように補修などもされていて傷みが確認できました。そしてこちらは縁側部分になります。一般的な縁側の広さより広めの作りになっているので、とても開放感があります。リフォームに関しては座敷部分だけじゃなく縁側も一つの部屋にすることでとても広いスペースが確保できそうです。そしてこちらには押し入れでしょうか、タンスも設置されています。そしてこちらには洗面台が設置されていました。使用感はありますが、このようにちょっと手作り感があって可愛らしさも感じることができました。こちらにはドアがあってトイレスペースになっています。こちらのトイレは洋式になっていますが、汚水に関しては現状汲み取りになってますので、トイレは簡易水洗タイプになります。そして動画では伝わりづらいのですが、全体的に建物の傾きも見受けられて、戸の開閉などに関しては開けづらい箇所も数箇所ありました。そしてこちらが洋室の部屋になります。6畳ほどの広さになっていて、こちらのお部屋も南側に面していますので、とても明るい室内になっています。こちらももともと押し入れだったのでしょうか、かなり傷みが見受けられました。そして床の素材には懐かしい方もいらっしゃるかと思いますが、パーケット風の床材になります。こちらの床材はたわみなどもかなり見受けられますので、ところどころブワブワと床がへっこんでいる状態になります。壁は実際の砂壁ではなくて砂壁に似せたベニヤ板のようでした。こちらはその継ぎ目がはっきりと見えてしまっている状況です。それではもう一度縁側部分に行ってみましょう。縁側の床は雨染みや傷などがかなり見受けられる状態でした。それでは次に台所スペースへ行ってみましょう。台所部分は8畳ほどあって、テーブルなんかも置けそうな広さが確認できました。床にはこのように傷の跡もあります。
キッチン周りはこのように使用感もかなりある状態です。壁部分にはこのようにステンレスのパネルが設置されているので、汚れなんかを掃除する際は便利かと思われます。シンク部分は使用感もありますが、お掃除などで十分ご使用いただくことができそうです。換気扇はこのように綺麗な状態を保たれていました。それでは次にお風呂スペースへ行ってみましょう。こちらが脱衣スペースになっています。洗濯機を置くと少し狭めかと思われます。はい、そしてお風呂に関してはかなり年季の入った浴室スペースになっています。壁や床はもちろんタイル張りで、冬は冷たさを感じそうです。窓越しにキッチンスペースにもつながっているようですね。手すりも設置されている状況です。次に座敷スペースから進んでいくと、こちらは物置スペースになります。こちらに関しては増築部分になります。こちらもお風呂場とキッチンスペースにつながっていました。こちらは棚などが手作りで設置されている状況です。おそらく当時はこちらが外壁部分だったのではないでしょうか。はい、それでは以上が今回ご紹介する川棚町の物件になります。建物自体はレトロ感もあったので、リフォームやリノベーションをして中古住宅ならではの雰囲気を作り出すのもいいですし、利便性もとてもいいので、解体を行い自分好みの建物を一から作り上げる新築という選択もぜひお勧めいたします。それぞれの用途に合わせた使い方をお楽しみいただける物件になっています。ぜひご検討ください。